にちは、メイです。前回は海の駅を作ったので、今回はこの公園の先を作っていきます。どんな景色になるのか楽しみな方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。天気もいいので全力で走っていきます。今回はこの奥の更地と時計塔の横の土地を作ります。前にモザイクがかかっていた場所ですね。マップで言うとこの辺り。実は時計塔の動画の時に作ったのですが、編集時間が足りず後回しになっていたので、先に時計塔の土地を作ってから更地部分を作っていきます。時計塔の裏は常吉ビーチがありますので、ここに道がつながるように作っていきます。まずは階段の設置から、海岸へ吸い込まれるように向かってしまう、そんな坂道を作ります。ちょっとよくわからない角度ですが OK です。ちょうど真ん中になるように道を敷いていきます。この崖幅は5マスです。スラチンする前の段階なのでお見汚しシーン失礼いたします。階段前は木の道に、草の舞デザインを端に貼っていきます。ちなみに真ん中の獣道は自作ですが配布していません。時計塔の裏も草を生やします。実は海の見える駅の時にこの辺りちらっと登場していました。大きな草も生やします。息を吐くようにヒヤシンスを吐いていきます。ハロウィンな柵を取り付けます。トゲトゲが殺意高めで好きですね。海側も下側と同じように草を敷いて柵を立てます。転落しないように住民を守ります。海側は花の間に飲食スペースを確保。紫はブドウというイメージから12粒のブドウを置いています。こちらは空のワインですね。道の足元だけちょっとおしゃれにしていきます。上の段が仕上がりました。お天気がいいので下の段も作っていきます。毎度おなじみ水路の登場です。海が近くにあるのに水路っていう感じですが、マイデザインは使わないと死ぬ病気にかかっているので、今日も中毒かのように使っていきます。階段の幅に合わせて水路も3マスです。何をかわからない階段です。こちら側にも可愛い花をつけていきます。境目を隠すように麦畑を置いていきます。毎度おなじみすぎるので麦畑以外の草が欲しくなりますね。間にこっそりデコイちゃんを置いてきます。みんなが大好きな子ですね。水門をつけて水に変化をもたらします。こちらはデコイくんです。あとは日が沈んで夜が明けるまで階段の完成を待つばかりとなりました。24時間後からこんにちは。仕上げていきます。石畳を敷いて階段となじませます。適当に家具を置いていきます。これで常吉ビーチへの道の完成です。続いてこの左側を作っていきます。ついに最初のところへ戻ってまいりました。道路をまっすぐ先ほどの時計塔横までつなげていきます。ここのまっすぐな部分には縦の橋を作る予定です。橋の横幅は4マス。手前の道路から時計塔まで10マスです。つながりました。マイデザインを貼っていきます。橋になる方は少し手直し。レンガの道を2マス敷いて奥まで伸ばしていきます。いつも通り道の両脇に草を生やしてモフモフさせるのがメイ流です。突き当たりにパン屋を作るので階段を敷いて草を生やします。これはパン屋の崖ですね。つなげは家具のせ用です。役割を終えた崖は存在しなかったことに見事にそびえ立っています。足りなかったところを足してから橋の工事をしていきます。橋といえばお城の門です。橋が横向けの方が映えますが、門の中身を作らないといけないので縦向けの橋の方が注文数少なくていいですね。しれっと敷いていますが、こちら側は水路とコーヒーショップを作ります。最近また島がびしゃびしゃですね。マス数の関係で一部塞がっているので壁に穴を開けていきます。お城の門に変えるので崖をなかったことに。穴が開いていい感じです。橋の上を飾り付けていきます。街灯と植物のパーテーションでシンメトリーになるように飾っていきます。レンガの道なのでここを通るときはガタガタ言わしていきます。
パン屋はお城の壁で左右囲ってシンプルなパネルをリメイクしたものの、前にお城の門を飾って作ります。作りすぎたところを削っていきます。空いた部分は水路の拡張。この辺りは地盤が緩そうで心配です。こんな感じになりました。橋の先に塔があって目線が抜けるようになりましたね。ちょっとだけ削って階段設置。島の半分にも行っていないのに、もう階段5つ目でこの先どうなっちゃうのと思って設置しています。道に階段が食い込んだので1段目を作り込んでいきます。港を意識したようなマイデザインの敷き方をしていきます。そんな意識だけは達者ですが、実際にそうかと言われると何とも言えない感じです。地形に沿わせて水路も拡張。あまり何も考えていません。陸地はちょっと道路を敷いた後、草でいっぱいにします。この時点で港とはという感じですね。とにかく草を生やしたいお年頃ですね。1段目の地面ができました。飾り付けをしていきます。パン屋からコーヒーショップへだんだん高さが小さくなるように飾っていきます。岩場を抜けれるように門の設置。岩場はコーヒーショップの特等席です。西部の街並みがコーヒーショップ。裏に石窯を置いて煙を出します。それにしても幅の薄いコーヒーショップです。高さが低くなるように広葉樹も L サイズに。看板で何者の店か分からせていきます。配達用スクーター。こちらの紙袋は置きたかったから置きました。これはキューブライトをコンクリートのマイデザインでリメイクしたもので電源を切ります。渓流ビット風を意識していて、最後まで港っぽさを諦めません。岩場の整備です。海風が強そうなのと雨の日は危ないので、晴れの日しか使えない場所ですね。天候にも勝てそうな強めな家具を置きます。こちら側にも緑の安らぎを。海と緑で癒し効果抜群です。ちょっと気に入らない部分は消します。大好きなデコイちゃんたちを置くための水門。いつでも大活躍のデコイちゃんです。階段下のコーヒーショップができました。橋上から見るとちょっとコーヒーショップが遠すぎるので、手前に高台を作ります。いらないものを片付けます。2段目を拡張してここに秘密基地を作ろうと思います。秘密基地というか屋根上の基地ですね。ここはもともと変える予定でしかなかったので、ようやく運命が決まったようです。いつも走っていける範囲で物置を置いています。映えたかったのに片付けないという性格出ていますね。木製のフィックスはしごを崖に一直線にかけます。水路からしか上陸できないので、基地に行くにはいつもびしゃびしゃですね。ちょっと家っぽく仕上げていきます。屋根の上の整備です。広げた資料をマイデザインリメイクしてハンカチ風に。カメラとラジオを置いてなんかええ感じに。反対側から丸見えな秘密基地ができました。コーヒーショップがお気持ち程度近くなりましたね。いい感じになったのでこれで完成です。常吉ビーチと海沿いのクリエイトはいかがだったでしょうか。今回の BGM 懐かしいなぁと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。